この侵入を防ぐように腸を回復するっていうのは、じゃあ壊れたものがずっとそのままではなくて、修復というか、はい、なるんですね。そうですね。こんにちは、三浦です。本日はですね、腸を良くすることによって喘息が改善されたという方をお呼びしておりますので、ご覧いただければと思います。リーキーガットですね。よく情報リークするのを漏らすですから、リーキは漏れやすい。で、ガットは腸っていうことで、漏れやすい腸っていうことなんですけど、腸の粘膜の表面、ここに粘液があって、でこの粘液の中に腸内細菌が住んでると。この粘液が薄くなってしまった状態、そうすると腸が肌荒れというか赤切れを起こしてるみたいな、こういう状態をリーキーガットっていうふうに呼ぶわけですね。電子顕微鏡で見ると、正常な腸がこういう形ですけど、タイトジャンクションっていうのが緩んでしまってこう開いてしまうっていうのが、これがリーキーガットの状態っていうことですね。粘液の中に住んでる腸内細菌の数と種類が多ければ多いほど、この粘液が分厚くなるっていう話があるわけですけれども、例えば抗生剤を飲んだりすると、この腸内細菌の数っていうのも激減するし、コンビニのお弁当とかね、いろいろそういったものとか食べても、そういう科学的なものっていうのもまた腸内細菌の数を減らすし、そうすると粘液も薄くなる。で、この腸が肌荒れを起こしてしまう。例えば僕らが食べ物を食べて、タンパク質を食べて、そのタンパク質のまま吸収されてるわけではないんですよね。タンパク質の一番細かいのがアミノ酸で、アミノ酸がいくつかくっついてペプチドっていうふうに言ったりして、で僕らがタンパク質を取ると、ここに住んでる腸内細菌たちがそれを分解してくれて、ペプチドとかアミノ酸の形で吸収される分にはアレルギーっていうのは起きないんですけれども、このリーキーガットになってしまうと、大きなタンパク質がここを通過してしまうということで、それが抗原となってっていうことになるわけですね。腸がこのリーキーガットになって壊れる、穴が開きやすいっていうのは、ちょっとしたことでもなるんですか？親子間でもそうだし、お母さんの腸内細菌の多様性っていうんですけど、数と種類が例えば少なかったりすると、お子さんの腸内細菌の数も少なくなる。で、そのまた下の代になるとさらにそうなるっていうふうに言われてるんですね。ですんで、この時っていうのはお母様の方とご主人の方も腸内細菌を調べさせていただいたんですけれども、こういうこともありますし、ヤノマミ族っていう部族がね、アマゾンで見つかって、で彼らはその現代文明と接したことがないわけですけど、彼らの便をもらって調べてみたら、ニューヨークの人たちの倍の多様性があったっていう論文がありまして、そうすると彼らっていうのは当然ながら現代病っていうのは全然ないわけなんですね。腸内細菌ってそれまでは善玉菌、悪玉菌、日和見菌っていうふうに語られてたんですけど、その論文があった頃から善玉、悪玉っていうのもそうかもしれないけど、多様性っていうのが大事だよと、腸内細菌のダイバーシティが大事だよという話になってきたわけですね。おそらくその日本もですね、江戸時代とか、そういう鎖国をしてたような時代というのは、日本人もヤノマミ族みたいな多様性があって、おそらくアレルギーとかほとんどなかったと思うんですね。ですけど、それがどんどん食事とか生活習慣とか身の回りのものも、特にそのコロナ禍以降除菌だとかっていう風になればなるほど、腸内細菌とかにとっては彼らを減らす要因が多いわけですね。アトピーとかもそうですけど、界面活性剤みたいなもので皮膚を洗ったりすると、皮膚にも常在菌がいますので、そういうところが守ってくれてるわけですけど、そういうところがなくなってしまったりすると、腸の中と同じ話になるわけですけれども、ですんで、なるべく彼らを思いやった生活っていうかな、彼らが嫌がることをなるべくしない、彼らを減らすようなものを力入れたりしないし、体にもしないしっていうのがすごく大事なんだと。この侵入を防ぐように腸を回復するっていうのは、じゃあ壊れたものがずっとそのままではなくて、修復というか、なるんですね。そうですね。一つは、ここにですね、自分の善玉菌の餌を入れてあげる、プレバイオティクスっていうんですけれども、オリゴ糖とか食物繊維とか、食物繊維も不溶性と水溶性ってありまして、その主に水溶性の食物繊維がその善玉菌の餌になるというふうに言われてたんですけど、最近その発酵性食物繊維っていう言葉も出てきて、この善玉菌たちの餌になるものを入れてあげる。
で、そうすると、短鎖脂肪酸っていうことで、酪酸、酢酸、プロピオン酸ってありますけれども、酪酸が腸の上皮細胞に刺激を与えると、この粘液が復活してくるということなんですね。そういうことによって、この荒れてしまった腸を、修復してあげる。以前ですね、テレビで見てた番組でやってたのが、お寿司屋さんで働いてる女の子がいて、その子がバイト終わってですね、まかないでお寿司が食べれる。それが楽しみでそこでバイトをしてるっていう女の子だったんですけど、で、ある日、バイトが終わってお寿司を食べたら、アナフィラキシーで喉が腫れて、呼吸ができなくなって、救急車で運ばれたっていう番組をやってたんですけど、なんでその子がそうなったかっていうと、日中ですね、その荒れている手でお魚を触ってしまって、お魚のタンパクがここから入ってしまって、で、それが抗原となって、で、そのバイトの終わった後にお寿司を食べたら抗原抗体反応でアナフィラキシーが起きて、救急車で運ばれたっていう番組だったんですね。手だったら手袋したり、ハンドクリーム塗ったりっていうことができるわけですけど、腸にそういうことができないじゃないですか。ですので、水溶性の食物繊維、発酵性の食物繊維を取って、自分の腸内細菌の餌を入れた。で、それによってここにその粘液を復活させてあげるっていうのは、腸にハンドクリームを塗ってあげてるようなことになるのかなと思います。ですから、喘息も花粉症とかもアトピーとか、食物アレルギーもそうでしょうけど、そういった方っていうのは、大体この腸でリーキーガットが起きているっていうふうに、想定して、で、こういったことをしていくっていうことが、一つ目としてあります。腸内細菌はお母さんと似てるんですよね、やっぱり。お母さんから生まれてくるので、その自然分娩ですと、最後生まれてくるときに赤ちゃんって肛門の方を向いて生まれてくるらしいんですよね。産道を回転してきて、お母さんの腸内細菌をもらうために、そっち向きで出てくるというふうな話もあるんですけれどもね。で、そういうこともあって、お母さんと、その腸内フローラが似てるわけですね。生まれてから3歳ぐらいまでなんですかね。免疫寛容みたいな状態で、最初にだから赤ちゃんが触れるのは、お腹の中では無菌状態なわけですけど、産道を通ってくるときに、膣の中って乳酸菌がたくさんありましてね。で、その乳酸菌がたくさんあるから、雑菌が入ってこないように、守られてるわけですけど、そのお母さんのその産道の乳酸菌が最初に赤ちゃんの鼻とか、そういうとこから入ってきて、それが赤ちゃんの腸に定着して、でそれで、実際に生まれてきて、で、あとはそこの、産院に浮遊している乳酸菌とかも、その赤ちゃんの腸内細菌になっていくわけですね。生まれた産院ごとで、その赤ちゃんのその腸内細菌のパターンが似てるっていう、そんな研究もあったりするんですけれども、ちょっと話は違いますけど、ヨーグルトとか、そういうので生きて腸に届いて働くって言いますけど、大人になってから外から取ったその生きてる菌っていうのは、その人の腸には定着しないわけなんですよね。その菌もなんか生きてるのと死んでるか、死菌体とかね。とかってありますよね。はい。あれは生きてるとか死んでるとかっていうのはどう関係してるんですか？小腸って広げるとテニスコート1面ぐらいって言われてるんですけど、その広げた一面の中にパイエル板って呼ばれる取り込み口っていうのが、200箇所あるって言われてるんですよね。テニスコート一面の中に針の先ぐらいのちっちゃいパイエル板が200箇所しかないんですけれども、そこにそういった乳酸菌とかが取り込まれると、免疫のスイッチが入るっていうふうに言われてるわけですね。そこで取り込まれるためには、実はその生きてる菌より死んでる菌の方が取り込まれやすいっていうのがあったりするわけなんですね。よく売っているヨーグルトとか、そういうのは生きている菌。生きてる菌ですね。で、小腸の先に大腸があるじゃないですか。ですから、免疫っていうことで言うと、その小腸の中のそのパイエル板っていうところに取り込まれるっていうのが、そこは免疫なんですね。で、その先の大腸の方は、その生きて届いたとすると、大体その腸内細菌って大腸に住んでるもんで、でそちらの方で働くっていうことなんでしょうけれども、ただ腸内フローラってよく言われて、腸内細菌ってバラバラに住んでるんではなくて、場所ごとにまとまって住んでるわけなんです。その大腸の中に。で、それが植栽をしたお花畑みたいな形で、それで腸内フローラっていうふうに言われてるわけなんですけれども、それぞれが住んでるところに、例えば外から取った生きてる菌っていうのは住めないわけです。なんでかっていうと、その外から来た菌が逆にそこに容易に住んでしまうっていうのは、
結構怖い話なんです。それが悪い菌かもしれないのでね。ですんで、赤ちゃんの時はその免疫寛容みたいなもんで、外から来たお母さんの膣の菌ももらい、産院の菌ももらい、腸内フローラが形成されていくわけですけど、2歳、3歳、もうひとたびその腸内フローラが決まったら、その後基本的に一生変わらないわけですね。逆に言うと、息子さんのアレルギーっていうところも、そのお母さんからもらった菌っていうのが、その子の一生の免疫を司るので、それがすごく大事だし、っていう話になりますよね。結局は母親からですね。母親は責任重大ですね。腸内フローラから見るとそうなんですけど、ただ遺伝的なところで言うと、お父さんの方が喘息っていう話だったので、そこはまたちょっと別なファクターもあるのかなっていうふうに思ったりもしますけど、こんな形で腸内フローラを見させていただいた時に、お父さんもお母さんも息子さんも皆さんビフィズス菌が非常に増えてて、特にお父さんが劇的に増えたんですよね。あんまり関係ないんだけどね。あとはその腸内フローラがどういうふうに変わったかっていうのももちろん全部見てますけれども、一番簡単なところで言うとビフィズス菌が皆さん増えましたということと、それからその腸の中の短鎖脂肪酸が増えたかどうかというのを見てまして、息子さんは1回短鎖脂肪酸が減ってぐっと上がってるっていうのは、その元々のその短鎖脂肪酸自体が少なかったんですよね。短鎖脂肪酸体も利用しますんで、それもあって減ってるのかなってところもありますけど、3人とも短鎖脂肪酸も増えていると。これによってその腸のリーキーガットの状態が改善したであろうというふうに思ってます。どなたと比べるとかがないのでわからないですけど、すごく劇的に変化したので、自分たちが一番驚いたんですけど、それってその修復する力がすごくやっぱり強いってことですよね。そうですね。で、息子さんの場合は食物繊維系のもの、プラス酪酸とか、そういうのを作ってくれる菌も一緒に飲んでもらったりとかね、そういうこともあったので、非常にやっぱり早かったですね。症状が軽い方ではなく、かなり重度の部類だったので、正直本当にこれで良くなるのって最初思いましたし、長い期間かかるのかなと思ったんですけど、本当に劇的だったので、そんな短期間で腸の修復っていうのが行われるんだっていうのはすごい驚きました。逆に我々もその喘息の方、息子さんが割と最初だったんですけど、その後何人も喘息の方を試していただいて、皆さん結果がすごく早くって、逆にだからその息子さんの例で、喘息にこんなに効果があるんだなっていうのを我々も知ったわけですね。免疫に関して、一つは先ほどお話しした腸の肌荒れを良くしてあげるっていう話でして、もう一個その免疫っていうところで考えると、一つの考え方として、下敷きの上にボールが4つ乗ってるっていうふうに言われてて、TH2 っていうこのピンク色のボールが大きくなると、下敷きがこっちに傾いて、喘息とかそういうアレルギーになりますと。この紫色の TH17 っていうボールが大きくなると、こっちに傾いて、リウマチとか膠原病とか、そういう自己免疫疾患になるというふうに言われているんですね。ピンクのボールのこっち側の反対側にあるのが T レグっていう、この緑のボールは制御性 T 細胞というものでして、先ほどのその腸の中で短鎖脂肪酸が増えると T レグっていうのが増えるんですよっていうふうに言われてるんですね。この乳酸菌っていうのが、実はこの青いボールの TH1 っていうのを大きくするということがありまして、一つは先ほど話した食物繊維とか、腸の中に短鎖脂肪酸をたくさん作ってあげることによって、この T レグが増えたっていうのが一つ。もう一つは、その乳酸菌の脂菌ですね。その脂菌を取ることによって、この TH1 というのが大きくなって戻るということですね。ですので、息子さんの場合は、こっちも少なかったし、こっちもなかったっていうことなんですけど、喘息と腸内環境ってそんなに関係があるって思わなかったっていうふうにおっしゃってましたけど、立命館大学でですね、生徒さんたちに講演したんですけど、その時もその生徒さんたちがアトピーだったり、喘息だったり花粉症だったりとか、結構アレルギーの方多くいらっしゃって、それが自分たちの腸内環境、いつも食べてるものと関係あるっていうふうにあんまり思ってなかった方が多くて、講演終わった後にすごくたくさん質問が
ありまして、非常に面白かったんですけど、やっぱり多くの方はそれこそ喘息だったら呼吸器っていうふうに思うだろうし、なかなかねそこの腸内環境とかっていうところに思いも至らないっていうことが多いんですよね。本当に結びつかないです。やっぱり呼吸器は呼吸器のとこに目がいっちゃうし、腸がどう作用して良くなるのかっていうのも当時は本当にわからないまま。何よりね、息子さんが元気になって、冬も来てくれるようになって、うちの息子も喜んでたっていうのがね。ありがとうございます。よかったです。本当に良かったです。でもその後からも劇的にいろいろ変わられた方がいらっしゃるって聞いて、嬉しいですね。そうですね。こんなに短期間でこんな結果が出るんだなっていうふうに思って、それから喘息の方結構たくさんお飲みいただいてるんですけど、今まで飲んでいただいて、今のところ結果が出なかった方がいらっしゃらないんですよ。特に喘息に関しては。やっぱりそれだけ密接なんだなというふうに、改めて思いますし、ステロイドを使ってましても、呼吸ができない時にはもう使うしかないと思うんですよね。じゃないと死んじゃうじゃないですか。ですからそれは使うしかないんですけど、ただやっぱり長期で使うと骨もね脆くなったりするし、骨形成のところにも悪影響があるし、カルシウムの吸収も悪くなってしまうっていうところもあったりとか、ムーンフェイスだったりとか、そういった副作用もあるので、命に関わる時はやむを得ないですけど、長期で使用するとそういうデメリットもね、あったりするので、そういった根本的なところっていうところで考えると、腸内環境っていうところにアプローチするっていうのもいいなと思います。本日は喘息でお悩みのお子さんをお持ちの方に来ていただきました。同じようなお悩みを持っていらっしゃる方いらっしゃると思うので、ご質問等あれば説明欄の方からお願いいたします。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。